おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから1点取り上げます。ボリュームやトーンに使うポットの3つの端子の役割というか考え方を教えてください。作業時のようにピックガードに固定してひっくり返した状態で端子を手前側にしたときに右から1、2、3番として説明していただけると幸いです。私が覚えたのは1番をケースにハンダ付けしてグランドに。1ボリュームの場合は、これ1ボリューム仕様のってことですよね。1ボリューム仕様の場合は3番にピックアップのホット、2番をジャックに。ジャズベースのような2ボリューム仕様の場合は2番がホットで3番をジャックという配線なのですが、こうする理由は何でしょうか。あと、ポットを2段に重ねたバランサーポットの配線がどうもうまくいきません。合わせてお願いいたします。あともう一つ、同じような質問で、ボリュームポットの配線ですが、端子を1、2、3、1がアースとした場合、3がピックアップ、2が出力とするのが普通かと思います。この3と2を入れ替えてもちゃんと動作すると思うのですが、どうでしょうか。ボリュームを絞るとピックアップの出力がショートされて出力側の抵抗が増えていくことになると思いますが、こういった質問をいただきました。で、2つ目の質問は、質問者さんがちょっと端子のね、並びの番号を誤って書かれているので、通常はこういうふうにボリュームポットを見た場合に右側から1、2、3というふうに書きます。まず、ポットの中身がどうなってるか、ものすごく簡単な構造です。多分これは皆さんご存知かと思うんですけれど、中にこの赤い部分、これが抵抗ですね。丸く湾曲して入ってます。抵抗の一番端っこと端っこは1番と3番の端子につながってるんですね。2番はどうなってるかっていうと、回した時に、例えばフルテンにした時には3番につながってるんですよ。徐々に絞っていくと、今度は1番とくっつくようになってるんですね。で、例えばボリュームを半分絞った状態っていうのは、ちょうど中間のところで止まることになります。ご質問にあった、私が覚えたのは1番をケースにハンダ付けしてグランドに。1ボリュームの場合は3番にピックアップのホット。1ボリュームであろうと2ボリュームであろうと3番と2番の配線を逆にして、いわゆるジャズベの配線にしたとしても全然問題はないんですけれど、一つね、デメリットはあるんですよ。ジャズベの配線にすると。それはなぜかというのをご説明します。まず、これを見てください。ごく普通の、レスポールの配線。3番端子にピックアップからの音が来て、2番から、ジャックへ行くっていう配線ですね。で、この場合にボリュームを0にした場合、出てくるノイズレベルっていうのはこのぐらいの音です。で、次はジャズベの配線。ピックアップからの信号が2番に入ってきて、で、3番からジャックへ行く。その場合に、ボリュームを0にした場合に、出てくるノイズの音っていうのは、このぐらいの音になります。聞き比べていただくと分かる通り、ジャズベの配線にした場合に、ボリュームを0にすると、これだけ大きなノイズが出てしまうんですね。これがデメリットです。じゃあなぜこういう風になるかっていうのを今からご説明します。まずこれが、普通のレスポールの配線ですね。ピックアップからの信号が3番に入ってきて、で、2番からジャックへ行くと。で、この場合に、ボリュームを0にするとどうなるかって言いますと、2番と1番がショートすることになるんですね。つまり、アンプ側のホット端子、ジャックの部分のホット端子というものがアースとショートすることによって無音になります。音が出なくなります。で、一方、ジャズベの配線、ピックアップからの信号が2番に入って、
て3番からジャックへ行くという配線ですね。で、この場合にはボリュームを0にするとどういう風になるかっていうと、ピックアップの信号は1番マイナスとショートになって音は消えるんですよ。で、ところがジャックのホット端子、アンプ側のホット端子っていうのは3番ですね。これは完全にどこにもつながってない浮いた状態になっちゃうんですね。もちろん抵抗を返してマイナスにはつながってますけれど、なのでこれだけのでかいノイズが出てしまうんですね。ボリュームを0にしても。ここが一番のジャズベの配線にした時のデメリットですね。ジャズベースをお持ちの方は他の楽器とね、比べてみてほしいんですよ。ボリュームを0にした時にジャズベだとかなりノイズが乗った状態になると思うんですよね。それは要はホットの端子が、マイナスとショートしてない状態なので、浮いた状態なのでこのぐらいのノイズのレベルが出るっていうことです。で、ジャズベの配線にするメリットというのは、そもそもジャズベっていうのはフロントとリアの切り替えスイッチがないですよね。トグルスイッチとかセレクタースイッチが。なので、2ボリューム仕様にして片方のボリュームを0にしたとしても、もう片方のピックアップの音が出るようになってるんですよ。そういう風にしたいがために逆に配線するんですね。次、ポットを2段に重ねたバランサーポットの場合、この配線がどうもうまくいきませんというふうに書いてますね。で、このバランサーポットの配線もこういうふうにチェックしてこういうふうに配線してくださいっていうふうに動画にしたので、それを見ながら説明していきたいと思います。これバランサーポットですね。まずこの上段と下段、上の段と下の段のどちらがフロントなのか、リアなのか見極めたい場合、まずボリュームのつまみをリア側にします。大抵はこの方向ですよね。で、この方向に回し切っておきます。テスターのクリップを2番の端子と1番の端子につなぎます。導通ありますね。で、今度は、3番と2番の端子につなぎます。そうすると 250kΩ です。このバランサーポットは 250kΩ なので、今度下段も調べてみます。1番と2番は 100% の導通があります。3番と2番は、250kΩ ですね。で、じゃあ、この状態で今度はつまみをセンターの位置に戻してみます。そうすると、下の段は 250kΩ ですよね。リア側に回し切ると 100% の導通になります。で、今度上の段を見てみましょう。上の段は、センターに戻してもリア側に回し切っても全然 100% の導通のままです。ということで上の段がリアになります。で、じゃあ今度逆ですね。フロント側からチェックしてみましょうか。フロント側をチェックしたい場合にはまずつまみをフロント側に回し切ります。で、テスターでまず上の段から、100% の導通があります。で、反対側 250kΩ ですね。で、今度下段です。下の段、3番と2番、100% の導通があります。で、1番と2番、250kΩ の、抵抗値。で、今度は3番と2番につなげたまま、センターにしてみます。そうすると、回し切った時とセンターにした時と全然 100% の導通がありますよね。で、上の段は、当然なんですけれど、センターにした場合に 250kΩ の、抵抗値になります。
ということで、フロントのピックアップは下段に、下の段に接続するということが分かりました。はい。で、実際に、配線をした時の図はこちらになります。上の段の2番にリアのピックアップですね。で、下の段の2番にフロントのピックアップです。バッテンのように結線してあげて、一方はジャック。で、もう一方はアースに落とすと。でこのように配線すればちゃんと鳴るはずです。バランサーポットとして機能するはずです。で、バランサーポットの仕組みを説明しようとすると、これまためんどくさいことになるので、A カーブとか B カーブとか、C カーブ、それと MN 型っていうカーブがあるんですけれど、こういったものをね、説明しないといけないんですね。ですからちょっとここでは割愛します。まあこの動画を見てね、このように配線をしてみてうまくそれぞれのピックアップの音が出れば、まあそれで万々歳ということでいいんじゃないでしょうか。プロの方はダメですよ。ちゃんと電気的にこう理解してないと配線はしちゃダメですよ。はい。では最後にまとめですね。ごく一般的な配線の仕方というのは、基本的には3番にピックアップからの信号が入ってきて、2番から出てきた信号はジャックへ行くと。そういう配線が一般的な配線です。で、ジャズベースに関してはこれを逆ですね。2番の端子にピックアップからの音が入ってきて、で3番から出てくと、ジャックに行くと、そういう配線になります。ジャズベの配線は。でそれによってメリットは2ボリュームの場合ですね。どちらか一方のボリュームを0にした時にもう一方の音は出続けます。デメリットは2つのボリュームを0に仕切った時、出てくるノイズの音がかなりでかくなっちゃいます。それがデメリットです。途中で出てきたランディ V。あれ実はケリー・サイモンさんがこの前メタルトレインで最初の1曲目でオジー・オズボーンのクレイジートレイン、年に1回活躍するランディ V なんですよね。ネックの元置きがひどくて原稿が3ミリとかそのぐらいあったので、ネックアイロン修正でどうにか治らないかっていうことで修理しました。でただネックアイロン修正したはいいんですけれど、それでもギリギリまでブリッジを下げても原稿がまだ 1.82 ミリとかそのぐらいだったんですよ。でそれにもかかわらず普通に早弾きをするケリーさんがすげえなって思いましたね。で前回もそうなんですけれど、搬入搬出とかをお手伝いしに行きました。チケットも完売したらしくて非常に盛り上がったイベントでした。やっぱりこうやって私は修理する人間で、音楽業界の中っていうのはいろいろな役割の方がいらっしゃるんですよね。ケリーさんのギターを専門にメンテナンスするスタッフの方とか、あとは PA の方とか、いろいろな人がこう協力して一つのこのイベントを作り上げていく。それがまあ音楽業界なんですけれど、いろいろな人にこう会ったりすることでこう自分の視野も広がりますし、今回ねケリーさんが、実際にこのフライング V を弾いてるところを目の当たりにしてすごく勉強になりました。トグルスイッチとかをめちゃめちゃ激しく切り替えたり、いろいろなトリックっていうんですか、奏法の仕方をするんですよ。修理する側としてもプロの人がどういう風にこの楽器を扱うんだっていうのをこう見れるっていうことは非常に勉強になりますね。ちょっとドキッとしたのは、あまり電気系のチェックは今回しなかったんですよ。でトグルスイッチもあんなに激しくね切り替えるなんて思ってもなかったので、内心ちょっとちゃんと音出ててよかったって思ったりしました。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。